안녕하세요. 한국 사람 민입니다.こんにちは、日本人のシンです。さて、日本と韓国の住まいについて比較していきたいと思います。はい、やっていきましょう。まず、日本のファミリー向けのお家を購入しようと思った場合、東京23区だと平均して7848万円。おなんとソウルの場合も同じく7800万円という結果が出ています。ソウルも高いね。ソウルなかなか高いですね。ね。東京とソウルっていうのは世界的に見ても一番不動産が高い層にあるのかなっていうのがこれでわかるのかなと思います。さあ行くぞ。さあ、購入に関しては違いはそんなにないですけども、賃貸になってくるとどんな違いがあるのか比較していきたいと思います。じゃあまず日本、東京ですね。東京で、1K とかワンルームとか一人暮らしを始めようと思った時に、借りるお家、家賃はだいたい8万円ぐらい。8万円8万円です。納得だな。平均8万円ぐらいで、そのお家に住もうと思ったら初期費用がだいたい5ヶ月分かかります。なので 8×5 で40万円分をまず初期費用として、用意すると一人暮らしできるようになるよというような感じでございます。5ヶ月分ってどういうこと？ 5ヶ月分はよく言われる敷金、礼金。礼金？礼金。何の礼？お礼の礼。誰にお礼するの？僕が住まわしてもらったら大家さんに住まわしてくれてありがとうございますっていうお礼。でも、月々の家賃払うじゃん。さらに礼金を払わなきゃいけない。そういう文化ってことか。どういう背景があってそういう感じなの？これね、調べました。おお、さすがです。調べてきました。礼金。これ1900年の初頭に関東大震災っていうのがあったじゃないですか。はい聞いてます。お家がたくさん崩れちゃったりとか焼けちゃったりとかで、住んでる人が家をなくすわけよね。でもどうにか住みたいじゃない、家に。で家を探すんだけど、家の数は足りてないのに住みたい人がたくさんいると。そんな中で大家さんが僕なんかを住まわしてくれてありがとうございましたっていう礼金。ああ、なるほどね。そう、家賃とは別にありがとうっていうのが礼金なんですよ。それならわかるわ。他には高度経済成長期、日本がぐーんと伸びてった時は、70年代とかね、地方にいた若者が東京に仕事を探しに来るわけよ。で東京で一人暮らしをするときに地方の親御さんが息子をよろしくお願いします、娘をよろしくお願いします、っていう意味の礼金でもある。僕らの気持ちです。礼金。さすが日本ですね。でも今時もう2年間住んで大家さんに1回も会わないとかもざらにあるわけじゃん。そうね。それで考えたら今もう意味なくない？だから礼金がなくなってる家とかもたくさんあるし、金額が安くなったりとか、そういったうちもどんどん増えてるんじゃないかな。だいぶ合理的になってるんだ、そこは。次、仲介手数料が1ヶ月分、今月の家賃、来月の家賃、5ヶ月分で、諸経費でだから 5.5 ヶ月分ぐらいかな。44万円ぐらい。一人暮らししようと思ったら44万円かかります。なかなか高いね。そのうちに戻ってくるのは綺麗に使っていたとしたら敷金8万円が戻ってくるかなっていう感じか。そうです。なるほど。なかなか初期費用かかりますね。初期費用東京高いとか言ったんですけど、本当は場合によっては韓国の方が高くなったりするんですよ。韓国そんな初期費用かめっちゃ高いと、東京めっちゃ高いって思ってたけど、ソウルの方がかかる。確かに45万戻ってこない。それは高い。だけど、韓国の場合はジョンセという概念があって、保証金っていうのを最初に払う。その保証金って戻ってくるお金なんですけど、それを最初にどれくらい払うかによって月々の家賃の支払い額が変わるっていうなるほど概念ですね。いっぱい預けると、月々はちょっと低くてもいいよっていうような。そういうことです。なるほど。ソウル基準で保証金を90万円、最初に支払った時に、月々の家賃は約 4.5 万円ということが集計で分かっていますね。なるほど。それは一人暮らし 1K とか。そう一人暮らしの場合そういうことになる。なるほど。でも90万円って結構大きい代金だよね。
確かに一人暮らし始めても90万円、うんなかなか例えばまあ学生さんで上京してきましたと、きついね。90万円なんかあるわけない、うんまあ、親御さんからこう貸し出してもらったりとかっていうのはありえると思うけど、そうですねまあ、90万円がないとすると、うんうん例えば30万円しかないと、うんでそうなるとやっぱその30万円だとまあ月々 4.5 万円じゃちょっと済ませないとなるほどっていうことになって、まあ、7万円とかこう月々の家賃が高くなるっていうことですね。なるほどなるほど。そうじゃあもうめっちゃ預け金うん100万200万、うんドン預けました。ああそうだね。だからもう本当に金持ちだともう1000万円とかトンと出しちゃってなるほどなかなかいい 1L とかの 1LDK とかの部屋を一人暮らしでなるほどただで住んでしまうわけですよ。なるほど住めちゃうんですよそれが。お金持ちが1000万ドーンと置けばうんただで住めると。で1000万そう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 自分が出てく時に帰ってくると。帰ってくる逆を返すときついね、うんお金持ちは嬉しいけど、逆を返すとその金額が用意できなかった場合毎月のお金が高くなっていくと。そうだから僕はこのシステムあんまりまあ非常にこう資本主義に理にかなったこうシステムだとは思うんですけどなかなかこう良くないなっていうこう格差がどんどん広まってしまうようなシステムになってるなっていうふうにはやっぱ思うところはありますね。なるほどなるほど、じゃあチョンセという仕組みがあることで、まあ一概に東京の方が安く住める韓国の方が安く住めるとは決められないと。そうそうそう初期費用どれだけ用意できるかっていうことで金額が変わってくる。そうさあ行くぞ。じゃあ流行りましたねパラサイト。流行りましたね。半地下、うん半地下っていうとなんかちょっと暗いイメージがあったりとかするんですけど、半地下のお家とかっていうのは割とこう一般的にあるもの。半地下はやっぱりソウル近郊に多くて、まあ、大体35万件くらいあると言われている。半地下ってなかなか日本にはないからすごくちょっと衝撃だったね、うん半地下って聞いて。35万件もある。それはまあ普通にもう街に普通に半地下のお家はある。そうですね。まあやっぱりさっきも言ったようにそういう、まあ、上京したての学生さんだったりとか、保証金がそんな払えませんよとか月々のね、っていう状況になるとやっぱこう部屋のクオリティを下げていくしかないっていうところがあって、半地下ってもう例えば窓を開けると半分は地上半分はもうこう壁になっちゃってるわけなのね。じゃあ開けたら目の前を人が歩いていくみたいな。そう足元らへんが見えるみたいな。なるほどになっているので、まあやはりこうねカビとかもそうだし虫とかも入ってきやすいしっていうところで住まい環境としてはちょっと劣っているからまあちょっと安い、まあ同じ物件だとしても半地下だっていうことだけで5000円安かったりする。なるほどさあ行くぞ。ちなみに半地下といえば、まあ、日本ではなかなか見ない部屋の構造になっていると思うんだけど、実は日本にも韓国ではなかなか見ない部屋の構造があるんです。何だと思います？和室がない。それはずるいね。それは確かにそう和室はないです。正解。和室はないです。和室はないんだけど、まあ僕自身がもっとこうなんだろうな、心を躍らせた構造は少し違くて、こういうところに住みたいなっていうなんか憧れみたいな。そうヒントをあげると、半地下は 0.5 階みたいな感じでしょ、でもこの日本の部屋の構造は 1.5 階。 1.5 階ってことはロフトとか。正解。ロフトないの韓国？ロフトはないんです。なかなか見ないんです。そうロフトはなかなか見なくて、やっぱり初めて見た時になんかこう秘密基地みたいな感じで使いたいなってめちゃくちゃこうねかわいい感動したよねすごいロフトに憧れてね。しんちゃんってロフトを住んだことある？俺はロフトは住んだことはないけど、まあでも一般的にあるものだから、まあ、友達の家とか行ったら全然普通にあるし、まあ、すごくこう
まあ馴染みのあるもの、まあちょっとこう湿気が溜まったりとか、なんかこう暑い空気が上に溜まったりとか埃っぽくなったりとか、はいはい、そうなるよね。まあそういうのはあるけども、まあ、使い方次第ではまあ収納スペースにもなるし、それこそ秘密基地にしてなるほどね。楽しむのもありかもしれないし、いいね。まだ使い方次第ではすごくこう便利なものでもあるので、なんか魅力的に映るのもすごくわかるかな。あ、なるほどね。あ、そういう意味で言うとやっぱり半地下っていうのもすごい味があって、最近なんかこうリフォームしたりとかして、すごい綺麗に味のあるこういい雰囲気のこう本当にそれこそスタジオ用にこう作ったりとかっていうのもあるし、アジトみたいにするのが面白いかもね。もうアジトみたいな感じ出すってなると最高だと思うよ。なるほどなるほど。半地下を生かすお家みたいなのすごく面白いかもね。確かにね。なんか、そういった意味でいくとなんかちょっとこう半地下っていうのにあんまりいいイメージじゃない印象を受ける映画でもあったかもしれないけども、パラサイトね、はいはいはい、でもまあ使い方次第ではすごく素敵なお家にもなるよっていう、なんかすごくちょっと魅力的に映った、ぜひなんか半地下に住んでみたい、自分がどう生かすかみたいなのをちょっと楽しくお家を作れるかなと。俺もロフトで秘密基地を作りたいです。じゃあ半地下にロフト作っちゃおうか。あ、なるほどね。 0.5 から 1.5 階まである、もう2階建てと一緒だ。わかんないね。半地下でロフトだったらそれは1階かもしれない。あ、そうかそうか、そうなるか。思いつき言ってしまいました。はい、本日いかがでしたでしょうか。日韓の住まいについての、まあ、質問とか気になることとかあったらお気軽にコメントをぜひしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン、バイバイ。アンニョンハセヨ、ミニムだ。親友になって言っちゃう。オッケー、もう一回ごめん。